こんにちは。グレイタン。ボトイ、東北キリタンです。チェス、タクティクス解説6回目、始めてまいります。B チェスのタクティクス問題で、黒先手の局面です。動画を止めて、まずご自身で考えてみてください。それでは、解説に入ります。はじめに、ボード全体の駒配置をざっと見ます。次に、手がかりを探します。私が気づいた手がかりは、ナイト D7 がナイト E5 を攻撃している。ナイト F6 がビショップ H4 にピンされている。ビショップ G4 がナイト E5 とビショップ E2 に攻撃されている。黒はまだキャスリングできない。はじめに気づいたのはこれぐらいです。黒としてはダブルアタックを受けているビショップ G4 とピンされているナイト F6 について考える必要があります。いつも通り、チェック、キャプチャー、スレッドの手を見ていきます。初手にチェックする手はないため、コマを取る、キャプチャーの手を見ていきます。初手にコマを取る手は、ビショップ、テイクス、E2、ナイト、テイクス、E5 の2つです。タクティクス問題の局面を見たとき、すぐ、スレッドの手が浮かぶ場合もありますが、私は、チェック、キャプチャーの手を確認して、その後、スレッドの手を考えることが多いです。初手にコマを取る手を、とりあえず見ていきましょう。コマを取る初手は2つしかありませんが、白の応手がいろいろあるため、混乱しやすい問題だと思います。初手、ビショップ、テイクス、E2 に対し、黒の応手は、クイーン、テイクス、E2、ナイト、テイクス、E2、ビショップ、テイクス、F6 の3つが考えられます。私は、このような駒交換で、よく混乱しますが、一つのポイントとしては、残っている駒を、しっかり意識しておくことです。なくなった駒と、残っている駒を両方考えようとすると、混乱しやすいため、残っている方を強く意識します。そして、駒交換の後、マテリアルを比較します。マテリアルは、駒の損得のことです。この問題が意外に難しいのは変化が多いことに加え、駒交換の途中でその局面について考えなければならないこと。駒交換の後、駒の損得が分かりづらいこと、などの理由が挙げられます。混乱せず、正解できた方は、タクティクス能力が高い方でしょう。さて、初手、ビショップ、テイクス、E2 の後を読んでいきましょう。特に有利を得ていません。解説の都合上、コマを動かしてますが、実際は頭の中で考えることです。ナイト、テイクス、E2 の変化も確認しておくと、白は駒損するため、ナイト、テイクス、E2 は悪手です。ビショップ、テイクス、F6 はどうでしょうか。黒が駒得です。これも黒が駒得のようです。ちなみに、コンピューターの分析では、ビショップ、テイクス、F6、G、テイクス、F6 が最善のようです。白としては、ビショップ、テイクス、E2 に対し、クイーン、テイクス、E2 が最善です。ただ、初手、ビショップ、テイクス、E2 で、黒は有利を得られません。もう一つの初手、ナイト、テイクス、E5 を見てみましょう。初手、ナイト、テイクス、E5 に対し、黒の応手は、ビショップ、テイクス、G4 と、ビショップ、テイクス、F6 の2つが考えられます。
長い変化のため、こういう時は、途中で見落としが出やすくなります。ナイト、テイクス、E5、ビショップ、テイクス、G4 とするのは白にとって悪いです。ナイト、テイクス、E5、ビショップ、テイクス、F6 はどうでしょうか。ビショップ、テイクス、F6 に対し、黒はクイーン、テイクス、F6、または、ビショップ、テイクス、E2。二つの変化が考えられます。黒は有利を得ていません。ビショップ、テイクス、E2。白はクイーンを攻撃されているため、ビショップ、E2 を取るか、ビショップ、テイクス、D1 とするかです。この局面を見れば、混乱しづらいですが、最初の局面から、頭の中で、この局面を考えるときは、混乱しやすいのではないでしょうか。いずれも、残っているマイナーピースの数を比べると、黒が有利を得てます。問題としては、で正解ということでした。今回のポイントをまとめると、駒交換で混乱しそうな場合は、残っている駒を強く意識すること。駒交換の後、駒の損得がどうなっているか確認できること。の2つになります。以上となります。ご視聴ありがとうございました。